夢の中で聖バイオに引き寄せられ、気づいた時には距離は消えていて、抗う間もなくその胸に落ちていく。息が詰まるほど近くて、溺れるみたいに意識が沈んでいった。はっと目を開けた瞬間、どうしてそんな夢を見たのかと自分を責めずにはいられなかった。リビングへ出ると、聖バイオが朝ごはんを並べて待っている。でもさっきの夢が頭から離れず、ハヌルはこの男の顔をまともに見ることができない。問題は2人が恋人だということだ。いや、正確には10年続いた関係だった。けれど今のハヌルにはその10年がきれいに存在しない。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ハヌルはひき逃げ事故に遭い、目を覚ました時、10年分の記憶がきれいに消えていた。残っているのは何も知らない自分と全てを覚えている相手だけだった。そもそも2人は幼なじみだ。高校時代、ハヌルが好きになった相手を聖バイオはことごとく奪っていったが、その本音はまるで違っていた。ただハヌルのそばに誰かがいるのが耐えられなかっただけだ。そんな事情をハヌルが知るはずもなく、聖バイオの口から吐き出されたのは最初から友達になりたくなかったという言葉だけで、ハヌルはそのまま受け取ってしまう。その翌晩、呼び出されて向かった先で青信号の交差点に車が突っ込んできた。避ける間もなく視界が途切れ、記憶はそこで途絶える。その事故でハヌルは大好きだったテニスさえ失った。でもそれは10年前の事故であり、時間は再び現在に戻り、ハヌルは3日前のひき逃げ事故で病院にいた。医者は今まで通りの生活を続けることが記憶の回復につながると言い、家族はハヌルの反対を押し切って聖バイオに彼を託した。戻った家の壁一面には2人の写真が並んでいる。そこに写る自分は確かに笑っているのに、どこか他人のようで現実感が追いつかない。聖バイオが仕事へ出た後、一人になった部屋でハヌルはかつてのラブレターの束を見つける。並んでいる言葉はどれもまっすぐで、愛されているのは疑いようがない。記憶を取り戻そうと過去に関わった人を訪ね歩くうちに、気づけば海辺に立っていた。理由もなく足が向いたその場所に後から聖バイオが追いつく。そのまま2人で海沿いを歩き、距離が近づき、ハヌルがキスされそうになって思わず押しのける。引っ張られるままに丘の上へたどり着くと、聖バイオはためらいなくキスを一つ盗み、前のお前はここでするのが好きだったと余計な一言まで残していく。その夜、初めて彼のポスターを目にして聖バイオが俳優だと知る。胸の奥にじわじわと不安と劣等感が広がっていく。俳優である彼が記憶を失った自分のどこを好きでいられるのか、どうしても理解できない。言葉は次第にぶつかり合い、張り詰めたまま限界を超えた瞬間、激しい頭痛に襲われてその場に崩れ落ちる。聖バイオはすぐに抱き上げてベッドへ運び、古傷の残る足を丁寧にケアしながら大声を出したことを静かに謝るが、ハヌルも気持ちを落ち着かせていた。翌日、ハヌルは姉のコーヒーショップで働き始め、友人のジョンハンと顔を合わせる。一方で聖バイオはハリウッド進出という大きなチャンスをハヌルのそばを離れられないと即座に断り、その足でバイト先へ向かう。店の中で目にしたのはジョンハンがハヌルの髪に触れている姿だった。何を狙っているのかは考えるまでもなく分かった。実家に戻ったハヌルの前に聖バイオが現れ、2人は夜の街へ出てかつて通った高校へ忍び込む。事故でテニスを失ったあの頃、ハヌルは一度全てを閉ざした。外に出ることも人と関わることもやめてしまった日々の中で、聖バイオだけが毎日のように部屋に訪れていた。けれどある日を境にパタリと来なくなり、その空白に耐えきれず、ハヌルはようやく自分の足で外へ出たのだと母から聞かされたと打ち明ける。なぜ7年しか付き合っていないのか、残りの3年はどこに消えたのかと問いかけると、聖バイオは3年間断られ続けていたのだとあっさり答え、手でハヌルの顔を引き寄せて迷いなく唇を重ねる。今度は逃げなかった。ハヌルもそのキスに応える。
7年前2018年、公園でセイバイヨが思いを告げ立ち去ろうとした背中をハヌルが呼び止める。自分も好きだと。その一言で距離は一瞬で埋まり、嬉しさを抑えきれずに駆け寄って力いっぱい抱きしめた。家に送り届けてから5分も経たないうちに、もう声が聞きたくて電話をかけてしまうほどだった。翌年、撮影で疲れ切ったセイバイヨはただ会いたくてハヌルを呼び出すが、その顔を見た瞬間に心配が先に立ち、思わず休めと強く言ってしまう。そんな小さなすれ違いを重ねながら、それでも2人の時間は確かに積み上がっていった。今のハヌルにはその10年が丸ごと存在しない、思い出せないかもしれないという不安だけが残る中で、それでもセイバイヨは言い切る。どんなお前でも受け入れると。翌日、カフェでジョンハンがセイバイヨの浮気を吹き込もうとするが、ハヌルは揺れない。何を言われても信じているからだ。だがスキャンダル写真を突きつけられた瞬間、さすがに感情が揺れる。それでもちゃんと片付けてから帰ってこいとだけ言い残し、その場を離れる。その写真がジョンハンが社長を脅して作らせた偽物だとも知らずに、翌日、ハヌルは一人でセイバイヨの会社へ乗り込む。ガセネタの出どころが社長本人だと見抜いた上で、それ以上広げるなら全てを記者に暴露すると静かに突きつけ、口を封じる。そして遅れてやってきたセイバイヨの手を引き、何も言わずに家へ連れ帰った。車の中でうとうとと意識が落ちかけた瞬間、記憶は不意に戻る。狭い車内で重なった時間、息が近すぎて逃げ場がなかったあの感覚。はっと目が覚めて、ハヌルは車から逃げるように家へ入る。水をセイバイヨにかけてしまって、慌てて服を拭こうとした時に触れた筋肉の感触がそのまま過去を引きずり戻してくる。その夜、2人は自然と同じベッドに入った。もう拒む理由が少しずつ消えていた。前を向き始めたハヌルは諦めていたテニスをもう一度手に取る。セイバイヨはずっと昔のラケットを手放さずに持っていた。週末にはかつてのコーチの下で手伝いをすることになり、止まっていた時間がゆっくりと動き出す。だがその穏やかな流れの中に、帰宅したセイバイヨの前でジョンハンは必ずハヌルを手に入れると言い放つ。それは完全な宣戦布告だった。一方でハヌルはセイバイヨの誕生日を祝おうとしていたが、その日が彼の父の命日でもあると母から初めて聞かされる。誕生会の代わりに2人は家で静かに父を弔い、その夜、セイバイヨは風で体を震わせながらも翌日の撮影へ向かうしかなかった。ハヌルは応援するためにその背中を追いかけていく。撮影で家を空けている隙にジョンハンはハヌルに思いをぶつけるが、答えは最初から決まっている。受け取ることはできない。夜、一人で携帯の写真を眺めていると、見覚えのある風景に目が止まる。確信はないのになぜかそこへ行かなければならない気がして、翌朝足を運ぶ。立った瞬間、理由もわからないまま胸が引き裂かれるように痛む。記憶の中で自分はセイバイヨに何度も謝っていた。帰りの車で警察から連絡が入る。向かうとジョンハンが自首していた。ただし単独ではない。背後にはセリーがいるという。ハヌルが来なければ話さないと条件を出されるが、当の本人にはその名前の記憶が全くない。警察はセリーから脅迫の手紙が届いていたと告げる。家に戻り、半ば狂ったように探し回った末、ようやく見つけた箱の中には赤い封筒がびっしりと詰め込まれていた。震える手で一通を開く。そこに書かれていたのはたった一行だった。ハヌル、あんたがやった。ジョンハンは最初ハヌルを殺すつもりだったと語る。だがそれはいつしか好奇心に変わり、最後には謝りたいという感情へと変わっていった。そして愛しているのは本当だと迷いなく言い切る。ジョンハンはセリーにとって唯一の家族だった。セリーはセイバイヨがまだ無名だった頃から追いかけ続け、やがてその思いは歪んでいく。彼は自分のものだという確信に変わり、気づけば後戻りできない場所まで落ちていた。その執着はついに一線を越え、恋人であるハヌルを排除すればいいと考えたセリーはセイバイヨの家の前で待ち伏せし、手に刃物をかざしながら迷いなく飛びかかる。
その瞬間を目撃したセイバイヨの父がとっさに前へ出てハヌルをかばった。振り下ろされた刃はそのまま父の体を貫く。すぐに病院へ運ばれたものの帰らぬ人となった。本来ならその日は家族全員でセイバイヨの誕生日を祝うはずだった。父を失った母は傷心の地を離れ二度と戻らないと言い残した。風車が回る海辺でハヌルは苦しそうに途切れそうな声でそれでも何度も何度も謝り続けていた。同じ言葉を繰り返すたびに自分の中の何かを削っていくようだった。だがセイバイヨはその手を離さない。もしハヌルまでいなくなれば自分は本当に一人になってしまうのだ。やがて年が明ける。静かな正月が訪れ、壊れかけていた日常は何事もなかったのように少しずつ形を取り戻していく。だがその裏で刑務所の中でセリーは変わらず手紙を書き続けていた。定期的に執着にそのすべてをジョンハオに届けさせながら、セイバイヨはそれを一通残らず受け取り、何も言わずに隠し続ける。すべてはハヌルを守るために。しかし隠しきれず、ハヌルはついに手紙を見つけてしまう。自分のせいでセイバイヨの人生が壊れてしまったという思い込みは止められないまま膨らみ続け、やがて別れを口にしてしまう。セイバイヨは最後まで抗いながらもついにその選択を受け入れる。出て行ったハヌルは事故に遭い、それが冒頭のひき逃げ事件へとつながる。そして現在に戻り、ハヌルはまた脅迫の手紙を見つけてしまった。同じ言葉、同じ悪意に触れた瞬間、耐えきれなくなり、何も告げずにセイバイヨの前から姿を消した。残されたセイバイヨは理性を失ったように思いつく限りの場所を探し続けた。だがどれだけ呼んでもハヌルの姿は見つからなかった。思い返せば高校の頃からすでに2人は特別だった。仲が良すぎて周りが勝手にカップルと認めてしまうほどに。セイバイヨが誰かに告白されている場面を見たとき、ハヌルの心は押しつぶされそうだった。セイバイヨは当たり前のようにハヌルの靴紐を結び、テニスで先輩に目をつけられていると知れば迷いなく真正面からぶつかっていく。その距離は最初から愛の深さを物語っていた。1ヶ月が過ぎてもハヌルは戻らない。セイバイヨはほとんど食事も取らず、限界まで追い込まれていく。そしてついに家の中で倒れ、そのまま病院へ運ばれた。その知らせをニュースを通じて知った瞬間、ハヌルの中に閉じ込めていた時間が一気にあふれ出す。セイバイヨと過ごしてきた日々が一つ一つ鮮明によみがえり、押し殺していた感情が崩れ、涙を止めることもできないままただ病院へと走り出していた。セイバイヨはずっと静かに待ち続けていた。ようやくハヌルは自分の本心から目をそらさなくなる。セイバイヨがいない時間、ずっと会いたかった。そのシンプルな感情を認めた瞬間、迷いは消える。遠回りもすれ違いも全てを抱えたまま、それでも互いを選び直してもう一度同じ場所に戻ってきた。記憶は戻るかわからないが、今度こそ何があっても2人を引き離せるものは何もないだろう。また次回お会いしましょう。ではでは。 'Cause I don't want these memories